無実を叫ぶ声は届かなかったのではない。届く前に限界が来てしまったのだ。2025年3月、韓国ソウルの裁判所前で起きたある出来事から始まる。法廷の扉が静かに開いた。光が差し込んだ。傍聴席にいた母親が両手で顔を覆った。声は出なかった。ただ肩が激しく震えていた。無罪。その2文字が読み上げられた瞬間、法廷の空気が止まった。しかしその場に本人の姿はなかった。抱き合うべき人間がもうこの世にいなかった。判決を聞いた弁護士は書類を胸に押し付けたまましばらく動けなかった。涙をこらえようとしてこらえられなかった。これは勝利ではなかった。誰も喜べない無罪だった。3年前に書かれた遺書にはこう記されていた。自分が罪人でないことを証明できなかった時、私はすでに死んでいた。その言葉の重さを誰が裁けるのか。制度は彼を守らなかった。法律は間に合わなかった。そして一つの命が静かに誰にも気づかれないまま奪われた。無実を叫ぶ声は届かなかったのではない。届く前に限界が来てしまったのだ。 DNA 鑑定の再検査によって真犯人が逮捕されたのは彼が亡くなってから3年後のことだった。科学が証明した事実をなぜ生きているうちに示すことができなかったのか。その問いに今も誰も答えられていない。無罪の判決は遺族に何をもたらしたのか。安堵か怒りか、それともどこにもぶつけようのない深い虚しさか。この事件は一人の青年の悲劇では終わらない。制度の重さが一つの生命を押しつぶした記録だ。そして今もなお同じ重さの下で声を上げられずにいる人がいるかもしれない。ではこの青年はどんな人物だったのか。事件が起きる前、彼はごく普通の毎日を送っていた。彼の名前はキム・ジュノ。当時26歳だった。ソウル郊外の小さな町で生まれ育った彼は地元の工場に勤めるどこにでもいる若者だった。特別な才能があったわけではない。華やかな経歴も目立った功績もない。それでも彼の周りにはいつも人が集まった。職場では後輩の面倒をよく見た。昼休みに弁当を分け合い、仕事終わりには一緒に缶コーヒーを飲んだ。小さなことで笑い、小さなことで誰かを励ます、そういう青年だった。家に帰れば母親の手料理を楽しみにしていた。父親とは口数が少なかったが、週末には2人でサッカー中継を見た。特別な会話はなくてもそこには確かなぬくもりがあった。家族にとって彼は自慢の息子だった。夢は決して大きくはなかった。30歳になるまでに小さくてもいいから自分の部屋を持ちたい。好きな人と静かな暮らしがしたい。ただそれだけだった。2026年の春、桜が散り始めた頃、彼はいつもと変わらない朝を迎えていた。工場の作業着に着替え、弁当をカバンに入れ、母親に行ってきますと言った。母親は気をつけてねと返した。それが何千回と繰り返してきたごく当たり前の朝だった。夜には友人たちと近所の居酒屋で飲んだ。大した話ではない。仕事の愚痴、好きな食べ物、最近見た動画の話、笑い声が響いて時間を忘れた。誰もがこれからも同じ夜が続くと思っていた。彼もそう思っていたはずだ。しかしその数日後、彼の日常は突然音もなく崩れ始める。一本の電話が全てを変えた。文字数確認用メモ、出力には含まれない。本文約970文字。一本の電話が全てを変えた。その電話は警察からだった。性的暴行の疑いがある。署まで来てほしい。受話器の向こうの声は静かだった。しかしその一言が彼の世界を根底から揺るがした。彼には全く身に覚えがなかった。事件が起きたとされたのは友人たちと飲んだあの夜から数日後のことだった。被害を訴えたのは面識のある女性だった。彼女はあの夜の帰り道に被害を受けたと主張した。しかし彼は何もしていない、そう確信していた。それでも疑いの目は彼に向いた。理由は単純だった。彼は現場の近くにいた。目撃証言があった。そして
彼女が名指しした。それだけで彼は容疑者になった。警察の取り調べ室は想像以上に息が詰まる場所だった。冷たい蛍光灯の光、金属製の椅子、向かいに座る刑事の目。やっていないなら証明できるはずだ。その言葉が彼の胸に刺さった。やっていないことをどうやって証明するのか。人は存在しない出来事の不在をどうやって証拠にするのか。彼にはアリバイが曖昧だった。あの夜、友人たちと別れた後、一人で帰宅した。誰にも会っていない。カメラにも映っていない。ただ、歩いて帰っただけだった。それが致命的だった。疑いは日を追うごとに濃くなった。周囲の視線が変わった。職場に噂が広まった。家族は困惑した。友人たちはどう接していいかわからなくなった。まさか、あいつが誰もはっきりとは言わない。しかし、空気が語っていた。彼は必死に無実を訴えた。弁護士に相談した。証拠を集めようとした。自分の行動を時間ごとに書き出した。しかし、証明できない空白は、疑いという名の影を深くするだけだった。社会は、疑われた者に対して残酷だ。有罪か無罪かではなく、疑われたという事実だけで、人の生活は壊れていく。彼の日常は、もうなかった。仕事を失い、居場所を失い、そして少しずつ、言葉を失っていった。それでも彼は、法廷に望みをかけた。裁判の場で、全てを話せば、分かってもらえると信じた。裁判が始まるまで、あとわずかだった。裁判が始まった。2025年の春、法廷の扉が開き、彼は被告席に座った。スーツを着ていた。髪を整えていた。自分が無実であることを、誰よりも信じていた。だから、きちんと見せなければならないと思っていた。IMG、法廷の内部、薄暗い照明、被告席に座る若い男性の後ろ姿、検察の冒頭陳述が読み上げられた。被害者の証言、現場に残されたとされる痕跡、そして、状況証拠の積み重ね。しかし、決定的な物証は、最初からなかった。DNA 鑑定の結果は、一致せず、だった。それでも検察は、主張を曲げなかった。被害者の証言が、全てだと言った。弁護側は反論した。証言には矛盾がある。時系列が合わない。彼がその場にいた証拠がない。しかし法廷の空気は、最初から重かった。性暴力事件において、被害者の証言は極めて重く扱われる。それ自体は、正しいことだ。だが、この事件では、その重さが、別の方向に働いた。IMG、法廷で書類を見つめる弁護士、険しい表情。証言が真実かどうかではなく、証言があるという事実が、すでに彼を追い詰めていた。報道は続いていた。性暴力事件の被告、裁判へ、名前は出ていない。だが、地元では誰もが知っていた。近所の視線が変わった。家族への電話が来るようになった。彼の母親は、外に出られなくなったと、後に語った。裁判は、長引いた。証拠の再提出、証人の召喚、弁護側の申請、手続きが積み重なるたびに、時間だけが過ぎていった。彼は毎回、法廷に現れた。毎回、同じ席に座った。毎回、判決を待ち続けた。IMG、空の法廷、差し込む光、誰もいない被告席。しかし、彼の内側では、何かが少しずつ、崩れていった。無実を信じている。証明できるはずだ。そう思い続けることが、どれほどの消耗を伴うか、外からは見えない。法廷の記録には残らない。ただ、彼は毎晩、一人で部屋に帰った。そして、また翌朝、裁判のために起き上がった。それだけが、彼に残された日課だった。判決の日は、まだ来ていなかった。だが、留置場へと送られる日が、静かに近づいていた。留置場の扉が、重い音を立ててしまった。その音は、外の世界と彼を切り離す、最後の合図だった。冷たいコンクリートの壁、狭い窓から差し込む、わずかな光、それだけが、彼に残された景色だった。朝が来ても、昼が来ても、時間の感覚は次第に薄れていった。日課は単純だった。起き上がり、食事をとり、また横になる、それだけを繰り返す毎日が、
静かに積み重なっていった。彼は無味を信じていた。いや、信じようとしていた。しかし、信じ続けることは、想像以上に体力を消耗させた。夜になると、思考が止まらなくなった。あの日、自分はどうすればよかったのか、誰かに話しかけるべきだったのか、もっと声を上げるべきだったのか、問いは尽きなかった。そして、答えも出なかった。棒の中では、時間だけが流れた。外の世界は、彼なしに動き続けていた。家族の顔が、ふと頭に浮かんだ。母親の声、父親の背中、幼い頃に見た、実家の夕暮れ、それらを思い出すたびに、胸の奥が締め付けられた。会いたかった。ただ、会いたかった。しかし、自分がここにいる限り、その願いは叶わなかった。それでも、彼はある一点だけを見つめ続けた。無実を証明する。その一言が、彼をかろうじて立たせていた。諦めたら、本当に終わりだと思っていた。立ち続けることだけが、自分にできる唯一の抵抗だった。だが、人間の心には限界がある。絶望は、ゆっくりと、しかし確実に、彼の内側に積もっていった。笑顔を忘れた日がいつだったか、もう思い出せなかった。涙さえも、いつの間にか枯れていた。残ったのは、ただ静かな虚無感だった。それでも、彼は毎朝目を開けた。なぜ生きているのか、自分でもわからなくなりながら、それでも、体だけは起き上がった。その理由を言葉にするのは、難しかった。ただ、どこかでまだ、誰かが信じてくれていると思いたかったのかもしれない。真実は、必ず届く。そう信じたかった。しかし、制度の重さは、一人の人間が背負えるものを、とうに超えていた。彼が限界を迎えようとしていた。その時、外では、彼を諦めなかった人たちが、静かに動き始めていた。彼が一人で戦い続けていた。その同じ時間、外では、静かに、しかし確かに、動いている人たちがいた。彼の家族だった。母親は、息子が逮捕された日から、一日も諦めなかった。弁護士事務所を何度も訪ね、証拠の資料を読み込み、夜中まで手紙を書いた。この子は、やっていない。その一言を、誰かに届けるために、何度も繰り返した。担当弁護士もまた、諦めていなかった。法廷の記録を読み返すたびに、違和感を覚えていた。証拠の薄さ、証言の矛盾、鑑定結果の不整合、何かが、おかしい。その感覚が、頭から離れなかった。弁護士は独自に、DNA 鑑定の再依頼を検討し始めていた。しかし当時の制度では、弁護側からの再鑑定申請は、容易には認められなかった。壁は、至るところにあった。それでも、彼らは手を止めなかった。市民団体もまた、この事件に注目していた。冤罪被害者を支援する団体の担当者が、家族からの相談を受けたのは、裁判が始まってしばらく経った頃だった。担当者は言った。一人で戦わせてはいけない。団体は情報を集め、類似事例を調べ、弁護士と連携しながら、再鑑定への道を探り続けた。声を上げることが、必ずしも報われるわけではない。それを、彼らは誰よりも知っていた。それでも、動くことをやめなかった。なぜなら、彼らには見えていたからだ。法廷の外側で、一人の青年が、静かに追い詰められていくのを、家族は面会のたびに、息子の表情が変わっていくのを感じていた。目の光が、少しずつ、薄れていくような気がした。もう少しだけ、待ってほしい。母親はそう言い続けた。しかし、彼には、もう時間が残されていなかった。彼が限界を超えた夜、家族はまだ次の手続きの書類を準備していた。弁護士は、再鑑定の申請書を書き直していた。市民団体の担当者は、翌朝の打ち合わせに向けて、資料を整えていた。誰も、その夜に何が起きたかを、まだ知らなかった。真実を追いかける手は、止まっていなかった。そしてその手が、ついに新たな証拠へとたどり着く日が、確かに近づいていた。2026年、彼が言って、3年が経とうとしていた。世間はすでに、この事件を忘れかけていた。それでも、動き続けている人間がいた。弁護士の田中は、引き出しの奥にしまった資料を、再び取り出した。あの青年が最後まで握りしめていた、
無実の主張が書かれたメモ。それは、ただの紙切れではなかった。彼にとって、それは命と同じ重さを持つものだった。もう一度だけ、調べ直せないか。田中はそうつぶやき、一本の電話をかけた。相手は、法医学の専門家だった。事件当時の DNA 鑑定に、ある疑念を抱いていた人物だ。当時の鑑定は、最新の技術水準には達していなかった。資料の保存状態にも、問題があるとされていた。しかし、当時の捜査はそこで止まった。誰も、掘り下げようとしなかった。再鑑定の申請は、何度も却下されていた。だが今回は、違った。市民団体の継続的な働きかけが、ようやく実を結んだのだ。2026年3月、当時の証拠品に残っていた微細な DNA 資料が、最新の技術で再解析された。結果は、衝撃的なものだった。被害者の衣服から採取された遺留物、そこに含まれていた DNA は、あの青年のものではなかった。全く別の人物のものだった。さらに、もう一人の証人が現れた。事件当夜、現場付近にいたとされる男性だ。3年間、沈黙を守り続けていた。しかし、両親の呵責に耐えかねて、ついに口を開いた。あの夜、私が見たのは別の男だった。証言は、具体的だった。年齢、体格、服装、すべてが、あの青年とは一致しなかった。そして内部告発もあった。当時の捜査チームに関わっていた元警察官が、資料の扱いに不正があったことを証言した。証拠が、意図的に整理されていた可能性が浮上した。真実の糸口は、一本ではなかった。三本の糸が、同時に引き出された。DNA、証言、内部告発、それぞれが、別々の方向から、同じ一点を指し示していた。彼は、やはり無実だった。しかし、その声を聞くべき本人は、もうここにいない。証拠が揃い始めた今、次に動くべきは、司法だった。再審への扉が、ゆっくりと、しかし確実に開き始めていた。再審への扉が、開こうとしていた。しかし、扉を開けるだけでは、足りなかった。その先に、何があるのかを、証明しなければならなかった。2026年、事件から3年が経過していた。遺族は、弁護士と共に、正式な再審請求書を裁判所に提出した。請求書には、3つの新証拠が添付されていた。DNA 再鑑定の結果、撤回された証言の録音、そして、内部告発による捜査記録の改ざん疑惑、それぞれが、独立した証拠だった。しかし、それぞれが、同じ一点を指し示していた。彼は、無実だった。裁判所は、請求を受理した。再審の改定が、正式に決定された。法廷の空気は、3年前とは、明らかに違っていた。かつて彼を断罪した場所が、今度は、彼の名誉を回復しようとしていた。しかし、その日、法廷に彼の姿はなかった。が進む中、決定的な瞬間が訪れた。検察が、新たな人物の名前を読み上げた。法廷内に、静寂が走った。その名前は、誰も予想していなかった人物のものだった。別件の性犯罪で逮捕されていた男。その男の DNA が、3年前の事件の証拠物と、完全に一致していた。進む犯は、ずっとそこにいた。彼が死んだ後も、静かに、日常を生きていた。裁判官は、静かに、しかし明確に言葉を発した。被告人に対する有罪判決は、取り消す。法廷の傍聴席から、声にならないおえつが聞こえた。母親だった。3年間、息子の無実を信じ続けた母親が、崩れるように泣いていた。無罪が、証明された。しかし、その言葉を受け取るべき青年は、もうここにいなかった。正義は、遅すぎた。制度は、一つの命を奪った後になって、ようやく真実を認めた。法廷の外には、冷たい風が吹いていた。誰かが、静かに空を見上げた。晴れていた。それが、かえって残酷に思えた。その2文字が確定した今、次に問われるのは、なぜこうなったのか、という問いだった。無罪が確定した。しかし、その言葉を受け取るべき人間は、もうこの世にいなかった。遺族は、法廷の判決文を手にした。震える手で、
何度も読み返した。そこには、息子の名誉がようやく回復されたと書かれていた。しかし、それは紙の上の話だった。息子は帰ってこない。保証の手続きが始まった。国は誤った操作があったことを認めた。制度の不備が一人の命を追い詰めたことを公式に認めた。しかし、遺族にとってそれは慰めにはならなかった。お金では息子は戻らない。謝罪の言葉では失われた3年間は埋められない。母親は毎朝息子の写真に向かって話しかけるという。ようやく証明できたよと信じていたよと。しかしその言葉に応える声はどこにもない。沈黙だけが部屋に広がっている。事件は社会に問いを投げかけた。なぜ無実の人間が死ななければならなかったのか。なぜ3年もの時間が必要だったのか。なぜ生きているうちに真実は届かなかったのか。法律の専門家たちは捜査の問題点を指摘した。証拠の扱いに重大な見落としがあった。初期の段階で DNA 鑑定を徹底していれば結果は違ったかもしれない。しかし、かもしれないは現実を変えない。制度は少しずつ変わり始めた。性犯罪における証拠保全の義務が見直された。被疑者の心理的負担を軽減するための支援体制が議論された。しかし、それらの改善は全て一人の青年の死の上に立っている。変わったものがある。しかし、変わらないものもある。無実の人間が追い詰められる構造はまだ完全には消えていない。誰かが声を上げなければまた同じことが起きる。遺族は今も活動を続けている。息子の名前を語り続けている。忘れさせないために、同じ悲劇を繰り返させないために、無罪という言葉の重さを社会全体が受け止めるべきだと訴え続けている。晴れた空の下で誰かがまた一人泣いている。正義は遅すぎた。しかし止まるわけにはいかない。なぜなら次の青年が今もどこかで一人で戦っているかもしれないから。この物語は終わっていない。エピローグへ続く。あなたは今日誰かを信じましたか。その人が自分は違うと言った時、あなたはどう思いましたか。証拠がない。でも疑いがある。その時私たちは何をすべきなのか。一人の青年が遺書を残しました。罪人でないことを証明できなかった時、私はすでに死んでいたと。彼は無実でした。3年後、その事実が証明されました。しかしその3年間、彼はもうこの世にいませんでした。正義が届いた時、届けるべき場所はもうありませんでした。これは遠い国の他人の話ではありません。制度の重さが一つの命を奪った話です。私たちが生きる社会の話です。今もどこかに一人で泣いている人がいます。誰にも信じてもらえず、証明する手段も持てず、それでも生きようとしている人がいます。その人に私たちは何ができるのか。見て見ぬふりをすることがどれほどの重さを持つのか。司法は完璧ではありません。制度も間違いを犯します。だからこそ私たち一人一人が問い続けなければならないのです。本当にそうなのかと急いで断罪する前に立ち止まれたのではないかと。彼のことを忘れないでください。名前も顔もここでは明かせません。でも彼が存在したこと、無実だったこと、そして誰にも守られなかったことを忘れないでください。2026年、今日もどこかで同じ悲劇が始まろうとしているかもしれません。止められるのは制度だけではありません。私たちの眼差しです。この物語を見たあなたが何かを感じてくれたなら、それだけで彼の存在は無駄ではなかった。どうか覚えていてください。正義は遅れてはいけない。